ちは。浅草橋で古着屋をやっておりますバウトのオーナーの天野と申します。よろしくお願いします。もともと場所は関係なくって、もう下北だったり高円寺から外れた、いわゆる古着の中心地から外れたところで自分のピックというか商品のクオリティだけで勝負できたらいいなっていうので始めました。店名のバウトはフランス語で猪突猛進って意味で、僕の性格を表してるんですね。アポストロフィーの省略っていうのは A の省略でアバウトで、アバウトヴィンテージで、ヴィンテージについて、ヴィンテージとは何かをずっと探求していく店自体の姿勢の表れも含まれてます。僕が今24ですね。洋服を好きになったのは高校1年生の頃で、高校入って高校の近くに古着屋があるのを知って、そこに一人で行ってみて、したらそれまで見てきた服の世界と全く違う扉というか、バリエーションだったり価格だったりっていうのに触れて、うわなんだこれ楽しいってなって、そこから古着だけを買い続けてますね。じゃあ店内どうぞ。このお店はビルを1棟借りて営業してまして、一応4階建てで屋上があって、1、2階で営業してっていう風に今はやってます。1階はこちらのストーンアイランドと CP カンパニーをメインに組んでまして、2階にはがっつり古い1910年から1960年代ぐらいまでのヴィンテージを並べてます。でこのブランドの特徴として、古いもの、ヴィンテージからデザインを得てる、ヴィンテージを濃縮したようなデザインっていうのが強みであって、2階のガチのリアルなヴィンテージと、そのデザインソースになったヴィンテージと、この CP カンパニーとストーンアイランドの2つをデザインを比べていただこうっていうコンセプトで1、2階は分けてますね。2階にちょっと行きましょう。はい。2階は、1階にストーンアイランドと CP カンパニー、先ほどお伝えさせていただいたブランドで、そのデザインソースとなった昔のワークウェアだったり、こういったミリタリーウェアだったりっていうのを2階には中心に展開してます。じゃあ一番古いやついきますか。うちでこれ出るかな。こちらがうちで今あるものだと一番古くて、1914年から17年の間にイギリス空軍で使用されてたパイロットスーツですね。でこれ自体の重量は多分4キロぐらいあるんですけど、全部レザーで、全部ウールの裏張りがあって、でも当時のスケルトンだったり滑走路ガタガタの飛行機に対応するにはこれぐらいの重装備が必要だったっていう、その時代背景を見て取れるのがかなり面白いかなと思います。あとはうちは結構レザーが強くて、っていうのは僕自身がレザー大好きなんで、この辺のやっぱり空軍とかバイカーとかが着用してたものがやっぱデザインとしてかっこいい。これはフランス空軍が着用してたパイロットジャケット、このデザインがそのままマルジェラ、いわゆるメゾンマルジェラにデザインソースとして採用されてたっていう逸話も残ってますね。天野さんが思うミリタリーの魅力みたいなの何だと思いますか？それは結構ワークウェアもあらゆるヴィンテージに通ずるところだと思うんですけど、そのケレン味のなさというか外的要因の少なさ、もうストレートにこれが必要だからっていう強い欲求だけで作られて、例えばこのフランス軍のパイロットジャケット、素材に羊の皮が使われてるんですよね。シープスキン。基本的にレザーって牛革が多いじゃないですか。でシープって牛革に比べて弱いし剥がれやすいんですよね、銀面だったりっていうのが。でなんでシープ使ってるかっていうと、これを水に浸すと細胞が水を吸って浮くんですよね。でパイロットが追撃されて海に落ちた時、その救護が来るまでに何秒かかるかで、その1秒ごとに兵士の
その生存率って変わるんですよね。でこのジャケットは海に落とされた時に水に浮くと、でプカってなって浮き輪みたいになって浮くっていう当たり前の機能美からシープスキンが採用されてるんですけど、それ込みで着るとやっぱりこの柔らかさの理由というか、不必要なものが全く削ぎ落とされてる、1g でも軽くしたり、もう全部が理にかなってるっていうのがストレートにかっこいい理由かなって思います。はい、それはワークにも言えることなんですか？ワークにも言えることですね。ここまでこうギミックとか素材にお金をつぎ込まれてるわけではないんですけど、かなりベーシックですね。こういったワークウェアもこっちはレザーですけど、もうすごい強いコットンツイルっていう素材を使って、もうこうやって日に焼けてこの色が変わっちゃってもまだ服として機能してる耐久性っていうのはやっぱワークの魅力かなって思います。で今こういった生地を作ろうって思うと、織り機とか糸とかの関係でこれはもう再現できないっていうのもやっぱ現行の服にはない古着ならではの魅力かなと思います。次はこちらで、ドイツの1930年代から40年代の間に作られたモーターサイクルジャケットですね。今でいうライダースジャケット、大戦ギリ終わる前で、さっきの話の続きになるんですけど、このレザーをちょっと触っていただきたくて、すっごいもっちもちでキメがめちゃめちゃ細かいじゃないですか。このレザー生地がなんで今こう想像されるレザーと比べてこんな柔らかくてキメが細かいのかっていう話になると、昔の牛を育てるのに今ほど成長剤だったりその牧草に対してもその薬品というのが使われてなかった時代で、薬品がなかった時代のレザー生地なんで、牛がすごいゆっくり育つんですよね。で牛がゆっくり育つとキメも細かく柔らかく育つ。なんで1940年代として80年経った今でもこんだけ柔らかくてすごい着やすいいいレザーになると、そういったレザーを今作ろうって思うとやっぱりコストが莫大にかかってしまうんで、全然質が良くないレザーでもレザージャケット作ろうって思うと20万とかは余裕で超えてくるジャンルなんですよね。でこの革で牛1頭育てようってなるととんでもなくお金と時間がかかるっていう、それはもうコストとかあらゆる意味で今作れないものかなっていう、それもヴィンテージの魅力ですね。でこれ着てもめっちゃかっこいいです。こんな感じですね。めちゃめちゃかっこいいです。そうですね、ボタンにも全部レザーを使ってるんですよね。すっごい手込んでます。でカッティングもめちゃめちゃ計算されてますね。1950年代より前のドイツってデザインがめちゃめちゃ素晴らしくて、バイクを最初に作ったのってドイツなんですよね、ガソリン式の。なんでドイツのこのモーターサイクルジャケットの発達がかなり早かったですね。めっちゃかっこいいです。何着かあるんですか？今4着ありますね。このレザーに関して言えば、レザーは本当人間の肌と一緒で生ものなんで、水分がなくなれば乾燥するし、乾燥すれば割れるし、でこの状態で80年間保存されてるもの、もう本当に希少なんですよね、世界的に見ても。その辺が集められるかどうか、自分でその仕入れルートを開拓してきたので、他のお店にはないものがうちでは集まりやすいかなって思いますね。それはこの靴です。60年代頃のアメリカ海軍が履いていたデッキシューズになります。イタリア製でアメリカ海軍に納品されたもので、履き心地と音がすごい好きでずっと履いてる靴ですね。音は裏もレザーなんですけど、いや今ちょっと変えちゃって、もともとウッドのソールだったんですよね。で変えてもらったんですけど、この音がめちゃめちゃ良くて、こう歩く時とか家までの帰り道とかにやっぱこの音を聞くと気分が上がるというか、すごい気持ちがいいですね。履いていて音とかこのフィッティングも含めて。靴の音がいいって、うん、突っ込んできたんですか？
よくないですか？なんかいい軽やかなんかいい音ですなんすかね、1960年代の人が同じ音聞いてたんだっていう、この靴で。それも込みかもしれないですね。今作れない服、当時の人たちが着てた服を着て、そのカルチャーとかその背景に思いを馳せて、それをこうまとったりで、自分の気分自身も向上したり、こう変化したりっていうのは、かなり高尚なこうたしなみだなって思うんですね。すごい文化的で素敵なことだなって思うんですよね。そこはすごい古着の好きなところですね。そうですね、古いものの良さが絶対にあると思います。